こんにちは。日本語クラスです。皆さんお元気ですか？私は元気ですよ。はい、今日は日本のニュースをお話しします。はい、日本のニュースについてです。はい、昨日も日本のニュースについてお話ししましたね。今日もニュース、ちょっとあの日本の大事なニュースです。お話ししようと思います。この写真のようにですね、いいですね。ラブラブですね。好きです、好きですと。このように2人が好きで、この後結婚する。そういうことありますね。今結婚しない人もね、日本は多くなってるんですけど、結婚する人ももちろん、たくさんいます。それで、日本の場合は、結婚した後に名前が変わります。家族の名前の方です。皆さんも多分、2つ名前がある、家族の名前と自分の名前と2つあると思うんですね。名字と言うんですけど、ちょっと見せますね。結婚した後にこれですね。例えば、夫、男性の方が田中宏という名前で、奥さんの方が高橋直美さんという名前だったら、結婚した後に名前が変わるんです。ここの妻の名前がよく変わります。こちらの高橋とか田中というのが家族の名前と言います。名字というんですね。で、こっちが自分だけが持っている名前です。そして、高橋さん、この女性の方の名前が結婚した後に高橋直美ではなくて田中になります。田中。夫の名前を使うようになるんですね。それが、ほとんどの日本人がこれになります。女性の方が。女性の名前が変わります。それが2022年の調べた調査では95%が夫の名前になる。という調査がありました。ほとんどでしょ。時々ね、反対に夫の方が、奥さんの名前になるという時もあるんですが、とても珍しいです。そして、まずどうですか？ここまで皆さんの国と同じですか？それとも違いますか？今ですね、この話が日本で大きなニュースになっています。この、2022年の調査ですけど、今もそんなに変わってないと思うんですね。ほとんどの女の人の名前が夫の名前になる。そして、この女の人、妻が仕事をしている。もし、会社で働いていて、会社では今までは結婚する前は自分の名前高橋さんだった使ってたんですね。高橋さんと使っていたんだけど、結婚した後に田中さんに変わる、名前が変わるという、よくあります。とても多いです。そうすると、女の人が結婚したというのがすぐ分かりますね。周りの人がすぐ分かる。夫は変わらない。ずっと田中のままです。女の人だけ変わるから、私結婚しましたっていうのが分かる。これ、結婚して幸せ、ハッピーな時はいいです。ね。私結婚したんです。嬉しいです。皆さん、ありがとうございます。皆さんも私をお祝いしてくれてますね。ありがとうございます。いいんですが、もし結婚がうまくいかなかった時、離婚、別れたい。私は田中宏さんともうさようならしたいですとね、高橋直美さんが思いました。その時は離婚します。離婚したら今度は
ね、名前が田中だったのに今度また高橋に戻りますとか、それか戻さないそのまま、はい、まあ結婚一回したしずっと田中のまま、そして私たちは子供がいるから、学校で子供が自分の名前を田中と言っている。だから名前は変えない、そのまま田中を使います。でも直美さんは嫌な気持ちです。心では嫌です。はい、どうして？ひろしさんのことをもう好きじゃないですね。うん、一緒に生活してないですね。だから、嫌だと思ってる。でも子供がいるからとか、また私離婚しましたというのもちょっと嫌だからそのままでいいです、田中でいいですとか、はい、いろいろある。でも男の人はずっと田中のままですから、結婚しても離婚してもそのままですね。社会で生活していて大きな問題がないですね、男の人はね。でも女の人は結構そういう問題が起きやすい。あと子供もね、名前が親の離婚によって名前が変わるとか、いろいろ問題がありますね。その時にこれがあまり良くないんじゃないかというふうに結構今日本で言われてるんですね。はい。で、離婚もですね、日本は実は少なくないんです。これ私前に YouTube で話しました。離婚、divorce です。別れますですね。結婚しました。でももうさようならしますというのです。それ。はい。それをする人は3人に1人が5年未満で離婚する。さようなら。これ意味ちょっと難しいですね。これは結婚してから5年まで、1年2年3年4年5年間の中で離婚する人がどのくらいいますかと言ったら、3人結婚した人がいたら、3つのカップルです。3つのカップルいたら1つのカップルは離婚してるんです。5年以内に、5年の中で離婚してるんです。これ結構多いでしょ。もう33%以上が離婚してるんです。多いでしょ。はい。ですのでこのように離婚する人は多いんですね、日本ね。だからその時にやっぱりこの名前の問題が起きます。そしてじゃあもう最初から初めから結婚した後も名前は変わりませんというのがいいじゃないですか。いいアイデアですよね。という考え方があります。はい。名前そのまま変えない。で、それを今の日本はダメですと言ってます。ダメよ。名前は変えてね。はい。あなたたちは家族になりますね。だから名前を一つにしてください。田中でもいいし、高橋でもいいし、どっちでもいいから一つにしてください。というのが日本の法律で決まっています。だけど、でも、これをやめましょう。やめた方がいいよ。別々でいいよ。その方が問題が起きにくいよ。という考えがあります。はい。皆さんの国でも同じようなこと起きてるかもしれない。あとは結婚しても名前は変わらないという国もありますね。ぜひね、メッセージでも送ってください。私の国は変わりませんよとかね。それで、この、名前をじゃあ変えましょう、変えてくださいという法律をやめよう。そうじゃなくて、名前をね、例えばこの2人だったら田中直美にしてもいいし、直美さんは高橋直美そのままでもいいです。2人とも変えない。
夫もそのままの名前、妻もそのままの名前でいいです。選んでいいです。2人で好きなの選んでいいです。このままがいいです。それも OK だし、それか名前一つにしたいです。どっちか一つ選びますというの。2人で選んでいいですよという法律。はい、新しい日本のルール。それ作りましょう。決めていいですよ。2人で決めていいですよ。それにしましょうという意見が今とても強くなっています。はい。まあ強くなっているんだけど、まだですね、いやそれは良くないよ、いいよ、今までと同じで家族なんだから同じ名前の方がいいですという日本人の意見もたくさんあるんですね。で、ちょっと子供がじゃあどう考えるかというのをちょっと今日紹介しようと思うんです。ですね、ある大きな新聞の会社が小学生とか中学生だから6歳ぐらいから16歳ぐらいまで6歳から16歳ぐらいまでの子どもたち2000人に聞いたんです。質問しました。どうですかね。うーんこもしあなたの親が別々の名前を選んだ、別々の名前にしましょうって言ったら、子供のあなたはどう思いますか？いいですか？嫌ですか？賛成ですか？反対ですか？と聞いたら、どっちが多いと思います？子供の意見。子供はどう考える？今の子供。これですね、賛成です。いいですね。別々の方がいいです。というのを実はあんまり多くないんです、子供は。賛成ですと言ったのは2000人の中で17%、だいたい17%しかいない。少ないですね。ちょっと少ない。で、いや、お父さんとお母さん同じ名前がいいですよというのはだいたい50%。はい、50% の子供たちが同じがいいですと答えた。一つの名前がいいです。だからここの田中がいいです。お母さんも田中になってください。お父さんも田中だから。で、私も子供も田中がいいです。それが50%。うん。どう思いますか？これ多い？少ない？うん。これね、だけど、この数字、この賛成反対どのね、確かに変えた方がいい、別々がいいといった子どもたちは20%いない、17%しかいないんだけど、でも政治家は、政治をする人ね、ポリティシャンです。その人は、17% いるじゃないですか。別々がいいですと言っている子供がいるでしょ。それは大事ですよ。ゼロじゃない。絶対に結婚した家族が、全部の家族が幸せです、ハッピーですじゃないでしょ。別々の方がいい。そして離婚するかもしれない。はい。そういう時に別々という方が、離婚もしやすいし、いいんじゃないですか。だからやっぱり家族が選べるように、結婚する時選んでいいですよ。名前どっちでもいいですよ。選んで。それか別々でいいですよとか選んでっていう風にした方がいいんじゃないという意見が政治家の中でもとても増えています。はい。ね、あとはですね、この一つ、問題なのが、例えば仕事、あとは書類ですね。あとは何でしょう。例えばですけど、パスポートとか、そういう ID とかの名前で、親の名前がバラバラ違うと、またちょっといろいろ、本当に家族ですかとかチェックするのが難しいんではないかとか、いろいろ問題が
あるんではないですかっていう意見があるんですね。だから、いや今までと同じでいいです、名前は一つの方がいいですよ、結婚した後は一つの方がいいっていう意見もやっぱり多いんですね。だからね、政治家は結構今選んでいいですね、自分たちで選べるようにしましょう、バラバラでもいいですよ、別々でもいいです、名前はって、そういう法律にしようって強く言ってる人が結構多いんですけど、日本人たちはあんまり「いやいいです今までで」とかそういう意見も結構多くて、でも少ないけど17%の子供だけど、あとは大人もどのくらいいるかまだわからないですけど、いや別々がいいです、どうして結婚した後同じ名前なんですか、私のアイデンティティはどこに行くんですかとか、いろんな考えがあるんですね。だからそのままが別々がいいなって。例えば外国とかでも結構そういう国もあるし、その方がいいなっていう人もいるし、ちょっと意見が分かれてます。はい。皆さんはどう思いますか？名前が変わる。これ、まあ、今の日本だと夫の方はほとんど変わらないので大きな変化がないんですね。影響力がないですよね。結婚した後も、もし離婚した後も何も悪いことが男性にはないことが多いけど、女性には結構いろいろ面倒くさい、と言っていいと思います。ちょっとね、いろんな問題起きやすいので、まあ私はこれは選べるようにした方がいいんじゃないかと思います。別々がいいねって2人で決めて別々で生活してもいいし、いや私たちは同じがいいねって思って同じにしよう、田中に一つに決めましょうって自分たちで決めてもいいし、選んでいいという新しいシステムを日本も作ってほしいなって私は思いました。なんか、人によると思うんですけど、なんでしょうね、結婚したからといってどうしてこう名前をわざわざ変えて人にも知らせてやる必要があるのかなって、ちょっと私は子供の時からなんか変だなって思ってました。なので皆さんの国ではどうかというのと、皆さんの意見ぜひ聞かせてほしいなと思います。はい。でこれは今ニュースになっています。今本当にどうするってすごく考えているところです。まだはっきり決まってない、はいです。でも大事なニュースなのでお話ししました。はい。あとこれね、ぜひ日本の離婚について、これね、なんで離婚するの、離婚したい理由というのがみんなの国と全然違うと思います、日本人は。これ前に作りました YouTube で、はい、皆さん見ることができます。はい、結構面白いと思うのでぜひよかったら見てみてください。離婚の理由が面白いと思います。みんなのコメントがね、結構そういう風に書いてありました。私の国とは全然違いますねって。はい、ぜひよかったら見てください。今日のリンクに、今日のコメントにリンクを書いておきます。ビデオリンクね。あとは、今日お話しした、ニュースのこと、実は去年の5月にも大きなニュースになっていたんです、日本で。そしてそれをニュースを聞く、私が話すだけじゃなくて皆さんと一緒にニュースを読みました。はい、ですので読む練習したいなって人、ぜひぜひこれ見てみてください。はい、でね、この去年の5月の時はこの夫婦で結婚した2人で別々の名前でいいと思いますって言った大人の人たち62%いるんですね。これ数は多かった。だけど今本当にそれをじゃあやりましょう、変えようというのにまだいろいろ問題があるみたいです。すぐに変えないですね、日本の法律ね。まあですのでちょっと読む練習だ、ニュースを読んでみたいという人、ぜひこのビデオとても人気がありました。ぜひぜひ見てみてください。これもじゃあ今日のコメントにリンクを貼っておきます。見てください。ぜひね、勉強できますよ。
あとは他にもですね、ニュースを読むというのは結構私、YouTube でやってます。例えばこれ日本の、成人、大人になるというの、ここから大人ですっていうの、日本は昔は20歳から大人と言われていたんですけど、法律で、国のルールで。だけど、2022年に、18歳から大人にしましょうというふうに変わりました。はい。なんでどうして変わったのとか、これもニュースで大きなニュースです。ぜひ読んでみてください。ニュースで読めます。勉強できます。すごくこれいいですよ。で、あとは、ビジネス日本語とか N1、JLPT N1 に合格する方法。はい、これも YouTube で私話してます。全部これ私の YouTube チャンネルで見ることができます。はい、ぜひぜひ見てください。これは N1 のリンクの中、フォルダの中。これビジネス日本語の中。はい、これビジネス日本語ね、34個皆さんに紹介します。何か分かりますか？意味知ってますか？ N2 と N1 レベルですね。ぜひぜひよかったら見てください。あとは私のオンラインの、クラスがあります。はい。YouTube では全部教えることができないです。時間も足りないし、あとは私の授業はとても濃いので、深いので、はい。YouTube だとね、そんなに勉強したくないって人もいますからね。そういやでも JLPT 合格しなければいけない、したいんですって人はぜひ私のオンラインクラス来てください。もっと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 深いことを教えてます。YouTube だと本当に20%ぐらいしか話してないです。勉強のこと。まだまだ本当に合格したい人はぜひ私のオンラインビデオ見た方がいいです。全部大事なことをオンラインビデオでは全部大事なこと話してます。はい。YouTube では20%ぐらいしか話してません。はい。例えばこれが、読解リーディングのビデオレッスンです。はい。N2 ですね。あとは N1 のリーディングのビデオレッスンがあります。ビデオレッスンって何ですかっていうと、これは YouTube に似ています。皆さんが時間がある時に、自分が好きな時に見ることができます。はい。私のオンラインクラスは、ビデオレッスンと、あとはズームレッスンがあります。ズームレッスンは私と話しながら授業をするんですね。例えばそれがビデオ、ズームレッスンだとビジネス日本語とか会話の練習とかプライベートレッスンです。これはズームなので皆さんと同じ時間に話しながら勉強します。ですが、こちらの、ビデオレッスンはあなたが時間がある時、好きな時に何回でも繰り返してリピートして見ることができます。はい。だから忙しい人にはいいと思います。ぴったりです。はい。いろんなビデオがあります。読解、文法、漢字、語彙、はい。N1、N2 のビデオがたくさんありますから、ぜひ使ってほしいです。はい。で、このビデオレッスンは今は次の JLPT7 月ですね、7月の JLPT の次の日まで皆さん見ることができますから、はい、早くね、試験のもっと早く、今だったら1月でとてもいいですね。時間が長くあるからたくさん何回でも見られます。はい、ですのでぜひ使って、そして次の試験合格してくださいね。特に人気なのがこの読解です。読解のビデオはとっても人気があります。これは読解は難しいですね。みんなにどこの国の人もやっぱりみんな難しいと言います。で、読解は難しいんだけど合格するためのテクニック、どうやると合格しやすいっていうのがあります。やり方。それをこのビデオで、この中文のやり方というビデオの中にそれで説明してます。はい。この中文のやり方と合格の方法、2つ見られますので、合格するにはどうすればいい？ 1 時間私説明してます。はい。ですので、ぜひこれ特におすすめです。はい。
で、あとはビジネス日本語のオンラインレッスンですね。ズームレッスン。ここはビジネスメールとビジネス電話のかけ方を勉強してます。はい。とっても面白いですよ。難しいけどとっても面白いです。はい。友達できます。このクラスはグループレッスンです。友達ができます。はい。ぜひ一緒に世界の友達と一緒にね、日本語を勉強しましょう。楽しいですよ。で、もちろん私が教えますよ。あとは会話練習。こっちも友達と一緒に、そして私と一緒に会話の練習をしましょう。これはですますを使う丁寧な綺麗な日本語と、あとですます使わない家族や恋人と話す日本語、どちらも勉強します。はい。だいたい N2 ぐらいまでのレベルの人にぴったりちょうどいいと思います。はい。あとプライベートレッスンです。これはあなた一人と私一人で勉強しましょう。はい。JLPT リーディング読解でもいいです。会話の練習 EJU ビジネス日本語、はい、何でもあなたが好きなこと私と一緒に勉強しましょう。レベルも N5 から N1 までです。何でも教えますので、ぜひプライベートレッスンですね、ぜひ何を勉強したいというのちょっと困ってる人はメール送ってください。メールはこの私のオンラインレッスンのリンクの中にメールアドレス書いてあります。はいね、ぜひメールでこういう勉強したいんですけどいいですかとか、ぜひメールで書いてください。そしてプライベートレッスンだったら私が英語で教えることもできます。あなた一人ですからね。英語で私話したり、あとはドイツ語で話したりもできますので、ぜひはい、どうやって勉強したいか私に教えてください。話してください。はい。では、このリンク、オンラインレッスンのリンク、今日のビデオの下のコメントに書いてあります。リンククリックして、アクセスしてそこから詳しく見てください。あとは、銀行振込もできますからね。銀行振込できます。はい。大丈夫です。心配しないでください。クレジットカードなくても大丈夫です。はい。あなたの、日本の銀行から払えます。はい。そうですね。外国の人はちょっとできないかな。日本に住んでいて、今日本に住んでいて、日本の銀行を持ってる人だったら銀行振込、銀行からお金払うできます。はい。あと私の X ですね。X もあります。ラーニングジャパニーズ日本語クラスです。私の名前です。今日の、コメント、ビデオ、YouTube のコメントにこれも書いてあります。リンク書いてありますから、ぜひフォローしてください。はい。それでは今日もありがとうございました。ぜひ皆さんの国の、この結婚した後の名前変わりますか変わりませんかとか、そういう問題ありますか？あと皆さんこの日本の問題についてどう思いますかというのをぜひメッセージで送ってください。はい、皆さんの意見ぜひ読みたいです。はい、ね、どうでしょうね。日本もどうなるか、はい、またこれからどのように変化するか、また大事なニュースなので、また新しいニュースあったら皆さんにお話しします。はい。それでは今日もありがとうございました。最近ちょっとメッセージ、コメント、返事ができないんですが、ぜひ皆さんメッセージください。待ってます。読むのを私とても楽しみにしてます。はい。じゃあいつもありがとうございます。またお話しします。また聞いてくださいね。いつもありがとうございます。